どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、海外のアクアリウム用品って使ったことはありますでしょうか？自分はよく使っているんですが、特にいつもお世話になっているのは、ウィークアクアという海外メーカーの RGB ライトです。正直、それ以外ではこれといって使うことはないんですが、たまに中国の製品とかを使ってたりしました。そんなあまり触れることのない未知なる存在である海外のアクアリウム用品。調べてみると意外と面白そうなのがあったりするんです。というわけで今回はそんな怪しい海外のアクアリウム用品をレビューしていきます。ただ、いつものレビューのように隅々までしっかりとレビューしているというよりかは、エンタメ要素が強いので、肩肘張らずにこういった製品が海外では売ってるんだという好奇心を満たしていただければ幸いです。それでは早速今回紹介する製品をお見せしていきます。それがこちら、フォースパイダー JUP02。価格は3500円前後。こちらはアリエクスプレスで購入した詳細がよくわからない海外の水中フィルターです。正直これがどこの国で製造しているのかもわかりませんし、実際に動くのかもわかってません。ただあまりにもてんこ盛りな性能をしていたため好奇心が勝ってしまいました。ちなみにちょっと調べてみたところ、会社のサイトらしきところに住所が載っていて、そこにはフランスと記載されていたため、もしかしたらフランス製かもしれないです。パッケージは当たり前ですが海外仕様で、全て英語で書かれています。裏面に取り付け方法が書いているあたり、海外味を感じますね。側面にはスペックが書かれており、製品としては分かりやすくなっています。全体的に外箱はボコボコになっていますが、一応新品です。こういったことは海外の通販サイトでは日常茶飯事なので慣れてはいるんですが、中古品だと思われるのもいけないので弁明しておきます。ちなみにこのフィルターを購入した理由なんですが、先ほどもお話しした通り、性能がいっぱい詰まっているから買いました。具体的には機能は4つ備わっており、1つはポンプ機能、2つはフィルター機能、3つはエアレーション機能、そして4つはなんと殺菌機能です。正直ポンプ機能はフィルターなんで当たり前だからカウントしていいのか分かりませんが、この製品が機能として謳っているのでそれに乗っかって解説します。この中でも目を引くのは何といっても殺菌機能でしょう。これは殺菌灯という紫外線を放つランプを中に内蔵させることで、水中に漂う苔の胞子や病原菌などを殺す役割を果たしています。生体の病気を予防したり、水槽内に漂う苔の元を絶ってくれる優れものです。結構大型魚や海水魚とかに採用されているところは見るんですが、小型の淡水魚を飼育している方たちにはあまり聞きなじみがないですよね。自分はだいぶ前にエーハイムの殺菌灯をレビューしたことがあるんですが、他に有名な殺菌灯といえば、国内ではテトラのものくらいしかありません。おまけにどれも高額で、エーハイムに関しては一番小さいものでも1万円前後します。そりゃ苔の増殖も抑えてくれて、病原菌も殺してくれるんだからそれくらいしますよね。ただこのフィルターは4つの機能を兼ね備えつつ3000円台です。こんなの一回手に取りたくなりますよね。そんな感じでうさんくさく感じつつ購入を決断したわけです。それでは外箱を見てもよくわからないので早速中身を開封していきましょう。まず最初に出てきたのは日本語で書かれた説明書。機械翻訳したであろう文面にゴシック体の文字はいかにもといった感じ。中にはいろいろ書かれていますが特別なことはあまり書いていません。これくらい端的に書かれていた方がわかりやすくていいですね。フィルターはしっかり水面より下に設置するように書かれていますが、実際はどうなんでしょう。続いて出てきたのは本体です。結構でかくてビビってるんですが、この大きさならおそらく60センチ規格水槽以上が適合しているのではないでしょうか。パッと見の作りはそこまで悪くはありません。ただ、エーハイムにも似た武骨さを感じる作りですね。
上にはよくわからないネジがありますが、説明書には何も書いていないので手探りでやっていくしかありません。本体の他にもこのように水槽の側面に取り付けるためのキスゴム付きパーツがありました。これを本体の突起にスライドさせて取り付けることによってしっかりと水槽内に固定させるようです。続いて出てきたのはよくわからない細々としたパーツ。おそらくこれはエアレーション機能に使うものなのでしょう。勘で組み付けていますが、おそらく合ってると思います。この青い上の部分に L 字のジョイントを取り付け、そこにエアチューブをセットするんだと思います。この黒いつまみがついたパーツはエアチューブの先端に取り付け、エアの量を調整するつまみの機能を果たしてくれるものだと推察しています。次に出てきたのはこちら、肝心の殺菌筒ですね。これが紫外線を発する器官であり、このフィルターの要ともいえるパーツです。なんか昔懐かしの豆電球みたいな感じがするんですが、本当に殺菌機能はあるのでしょうか。最後に出てきたのは先ほどの殺菌筒のカバーです。これの中に入れてフィルターに取り付けるようです。それでは一通り見ていったので、フィルターを分解し中身を見ていきましょう。分解の仕方は簡単で、ここの爪部分を押し込みながら引っ張れば取れます。中身はほぼ空洞になっており、吸水部分には申し訳程度の粗めのスポンジフィルターがついていました。ちなみにフィルター機能は以上となっています。でかい図体に見合わない貧弱さに草を禁じ得ません。これでフィルターを名乗るのは若干のおこがましさを感じますが、ポンプを稼働させてスポンジを通せばフィルターなんだという強い意志を感じます。正直殺菌筒以外は全部おまけ程度と思っているので気にせず次に進みます。本体上部パーツには黒い円柱状のものが取り付けられており、ここは回すことで着脱が可能になっています。取り外すとおそらく殺菌筒を取り付けるためであろうプラグがついており、直感でここに殺菌筒を差し込むことがわかります。というわけで先ほどの殺菌筒とカバーをこのプラグ部分に取り付けていきます。ちなみにこのカバーをしっかり取り付けていないと確実に漏電すると思うので、取り付ける際は気をつけてください。結構硬くしっかり押し込まないと奥まで入りませんでした。ここら辺は電気が通るところなんでしっかり組み付けておきたいですね。奥まで殺菌筒を差し込んだら先ほどの黒い円柱状のパーツを回し入れて完成。あとはフィルターを設置するだけです。その前にこのフィルターのインペラを見てみましょう。流量が500リットル毎時と AHEIM2213 をしのぐ流量になっているので、どんなもんかと見てみましたが、意外としょぼかったです。本当にこんな流量あるんですかね。というわけで早速実際に稼働させていきます。今回使用するのは余っている30センチキューブ水槽です。本当は60センチ水槽がいいんでしょうけど、空いてるやつがないのと、そこまでガチで検証するつもりもないのでこれで妥協。本体サイズが30センチいかないくらいあるので、存在感がえげつないです。これで水位より下に設置しないといけないのは怖いですね。少し水が蒸発しただけで出し水しないといけなくなります。言うて少し出るくらい大丈夫でしょうけど。それでは稼働していきます。スイッチオン。なかなかの勢いでエアーが飛び出してますね。正直あのインペラを見て流量しょぼしょぼだろうと思ってたんですが、予想以上にパワフルです。これはもしかしたら500リットル毎時あるかもしれませんね。あとちゃんとエアレーションが機能していることにも驚きました。だいたいこういった過剰スペックの海外製品はどれかが動かなかったりするもんですが、とりあえず殺菌筒の効果以外は全て本当のようです。ちなみに水面を見てもらうとわかる通り、バチバチに水流が強いです。あまり水位を上げているとポンプの勢いで水が飛び出す可能性すらあります。続いては毎回恒例のメラミンスポンジによる水流検証です。ちなみに突出口は本当に若干ですが動かすことができたため、手前に水流が起こるように調整しています。これはまさしく洗濯機です。この中にグッピーを入れようものなら動物愛護団体が飛んでくるでしょう。流量からもわかるようにこれは最低でも60センチサイズの水槽に適合していると思います。
除湿口付近はバチバチに水流が強く、メラミンスポンジが引っ叩かれてますね。エアレーション機能を使っている時の方が水流はわかりやすいです。ただ生半可な水中フィルターと違い、しっかりとパワーがあるのは個人的には高評価ポイント。そんな感じで実際に開封から取り付け稼働までを見てきたんですが、肝心の殺菌等機能に関しては未知数です。公式っぽい動画ではグリーンウォーター化した水が数日でピカピカになっていましたが、これに関しては今の自分では検証のしようがないですし、検証する気力もありません。ただこれで殺菌等機能も本物なら、生体を導入する前のトリートメント水槽に入れるには最高のフィルターだと思います。コンセント一つでフィルター、ポンプ、殺菌等、エアレーションまでできるんで、これ一つで済んじゃいます。生体を隔離するベアタンク水槽の場合、エンハイムとテトラの殺菌等は別途ポンプが必要ですし、エアレーションも独立しているので、最低でも3つはコンセントが必要になります。生体導入時には購入した生体が菌を保有していて、もともと住んでいた生体が落ちてしまう危険性もありますし、そのリスクをクリアするために殺菌等を使った数日間の隔離はとても意味があると思います。それがこれ一つで賄えるなら最高ですよね。さすがに水流が強すぎて生体が逆に弱ってしまう可能性はありますが、水流対策さえすればお手軽トリートメントタンクが出来上がります。というわけで今回は謎の海外高性能フィルターの紹介をしていきました。殺菌等の機能さえ本物であれば超コスパのいいフィルターだと思うので、気になる方はご自身で調べて購入を検討してみてはいかがでしょうか。ちなみに自分は購入を推奨しているわけではありませんので、もし何かトラブルがあっても自己責任でよろしくお願いします。今後も気になる海外製フィルターがあれば紹介していきますので、興味のある方はチャンネル登録してお待ちください。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。